やっぱ人形作るとやっぱかっこいいから作るわけで、いろんなものを個性に合わせたものを作って表現していくというのが博多人形の特徴です。いらっしゃいませ。歌舞伎の人形で隈取りをアピールした、ある程度上半身の人形です、ね、原型作ってこの仕上げで1月ぐらい近くかかるわけですね。そしてそれから型を取って、そしてあちらに今してるようにその型から生地を抜いて粘土を押し込んで、それをまた削って仕上げて、向こうの窯で焼くという。工芸品というのは仕上げというのが一番基本ですから、完成させるまでにかなりかかります。もう2、3週間から1月ぐらいかかります。私の場合は男物というか歴史が好きで、だから歴史の人物を作るのが好きでという形で、やっぱかっこよさですよねやっぱ人形作るとやっぱかっこいいから作るわけでやっぱ歌舞伎の隈取りではない勢いですから、荒々しさとかいうのを出すのがポイントですね。いろんなものを作者の個性に合わせたものを作って、表現していくというのが博多人形の特徴です。生地を今から焼いて、それから焼き上がったら色付けをする工程です。窯をご案内します。この窯で、950で、1日かけて焼き上げます。焼くをずっと乾かしてずっと低温で焼いてある時期になって温度が上がって950になったら切ります。これが型です。注文があるとここから型を出してきて、今まで何十年で作ってきた型が全部ここに入っています。博多人形はしょっちゅう新しいものに変えていくから、ぼかすのはですね、素焼きの方がぼけるとですよ、綺麗に。要するに和紙角の状態です。普通の画用紙に描くと和紙、日本的なもんで歌舞伎のこの隈取りがやっぱ外国の方にとっては日本のイメージかなり強いと思いますので、この隈取りに特化した体験っていうのを計画しました。絵の具で、顔を描いていただきます。そして、見本がこういろいろありますけど、ものによってはこういう色の使い方でこういうふうにいろんな好きな形の顔描きができます。体験を、今日は始めたいと思います。博多人形の場合はその絵の具でいろんなものを表現する、材料で表現するという実際のものを使ってこう作っていく人形、おひなさんとかのじゃなくて粘土と絵の具で、物の質感とかそういうのを全部表現するのが博多人形ですから、そういうのに興味持ってもらえればと思います。はい。こっちの方がやりやすいですかね。はい。その感じでやっぱだいぶ違うよ、こっちの方が。
の顎の下の線をこうやって線に沿ってぐーっと耳のここの後ろのとこまで引っ張っていく。はい、じゃあ次眉毛ですね。そーっとやって上にギュッとピューッと跳ね上げる。いやそれはもういろいろ調整からずっとゲジゲジにならんことです。力強い。まあそれであとぼかしでだいぶ、あと修正で自分でぼかしていったらだいぶ違うところですよ。はい、これはシワですね。シワ入った方が締まるです。目の輪郭の細い糸でですね。体験だけで1時間ぐらいかかります。まあみんな1時間はかかるですもんね。みんな普通の人形のあれでも。結構先生がやってくれて綺麗にしてくれたんですけど。これでまずやりということですね。そう結局それを